お待たせいたしました。ウォルター・ウィックさんのご登場でございます。大変お待たせいたしました。本日は寒い中、大勢お集まりいただきましてありがとうございます。ウォルター・ウィックさん、本当に今日はありがとうございます。ウォルター・ウィックさんは月曜日にこちらの日本の方に来日されまして、日光やそれからギャラリー巡りをされたそうです。で来週月曜日にお帰りになるということで、本当にハードなスケジュールをこなして、こちらの当店の方にも来てくださいました。感謝申し上げます。ミッケは本当、日本で20年前に出たんですけれども、ずっと書店の言葉で言えば売れ続けております。で、子どもたちにこんなに愛される絵本も本当に少ないと思います。子どもたち、またお母さんお父さんたちもご一緒に楽しんでいられる姿をよくうちの方の座学売り場で確認したりしておりますので、本当に今日来ていただいたことは感謝申し上げます。では早速お願いいたします。Okay, well, thank you very, very much. Can you hear me? Okay. All right. It's so exciting to be here in Tokyo, one of the biggest cities in the world, so much bigger than New York even, and only 1 week to see it. 本当にやっと東京に来れた。世界でも有数の大きな都市で、ニューヨークよりも大きいところですから、本当に嬉しく思います。で、1週間しか入れないので、見切れないです。Okay, I have a lot to show you, so I'm going to start. And I want to ask if you can see a spaceship in this picture. Some of you have a hard time seeing from where you are. ではもうあまり時間がないのですぐに行ってしまいましょう。ここの中に宇宙船がいるんだけど、皆さんのところから見えにくかったらごめんなさい。でもすぐ見つかりますよね。はい。There it is. ちゃんと近づいてきてくれました。Okay, I'm going to talk about my new book, Out of This World, which is being published in Japan first in the world. So this is the first debut of this publication. It won't be out in the United States until next spring. でですね、今回はこの日本で新しく出版されましたタイムトラベルという本をご紹介しますが、実はですね、これは世界で初めてなんです。アメリカでも来年の春にしか出ないものであって、ですから皆さんは世界で一番初めにこの本を見ているということになるので、私にとってもこうやって皆さんとお話しする、この本について話するのも初めてです。Okay, but before I tell you about this book, I'm going to tell you about myself and my story. ではですね、この本に今話をすると言いつつ、本に入る前にちょっと自分の話をしていいですか？私がどういう人間かというか、どういうものかという。はい。I come from the eastern part of the United States. これアメリカの地図ってわかりますよね。それでこの右側って言ってないけど、東側なんですよ。右側の方のこうついてますね、マーク。辺りから私は来ました。I grew up about 2 hours from New York City. ニューヨークなら知ってるかな。ニューヨークからだいたい2時間ぐらいのところなんですよ。And this is a picture of me when I was 3 years old. 3歳の私です。いかがですか、写真です。I was a reluctant reader as a child, and I preferred to tinker and build and to draw. 正直言って本を読んだりするのはあんまり好きじゃなくて、どっちかといえばなんかこう手元にあるものをいろいろと工夫してものを作ったりするのが大好きでした。So my grades weren't very good.
ということで、学校の成績があんまり良くなかったかなっていう感じでした。But I had a good time growing up with my older brothers and my younger sister. でもとても楽しい子供時代でした。兄が3人いまして、妹が1人いて、たくさん家族がいましたから。This is the house I grew up in. ここなんです、生まれたところ。私が育ったのはこの家です。And this is my mom who still lives there today. She's 95. 今ここに書いてあります。95歳になる私の母親、今でもあの家に住んでいます。And she's very important to this story because when I was in high school, she let me draw on my bedroom walls. で、母がとても重要な役割を今の自分にしてくれた。それはですね、中学校に入った頃に自分の部屋の壁に何でも書いていいよって OK してくれたんですね、母親が。And that gave me the confidence to pursue art as a career and photography. で、その母がこうやって普通だったら許してもらえないような壁に何でも好きなものをかかってくれということが今の自分のアーティストとしての道と、そして写真家への道というものを導いてくれたというふうに思ってとても感謝しています。So my first idea was to be a landscape photographer. で、一番初めはですね、景色の写真を撮るランドスケープの写真家になろうと思いました。それが決心でした。But one day, I found this soccer goalpost creating an optical illusion. It looked like the rectangle is half above the earth and half below the earth. そんな日々ですね、景色を撮ろうと思った時、ある日これサッカー場なんですけれども、その中でちょうど雨が降ったために水たまりがある。水たまりの中でちょうどそれが反射していて、ちょうど半分ぐらいが本物のこの上ですね、団地の。そしてその残りはそれの反射されたものという、こういうこの四角くね、見えたんです、自分の中でカメラでこう見たら。So that made me interested in not only the landscape out there, but the landscape in here. で、そこで自分で切り取って頭の中で見たものということを考えたときに、景色っていうのはただ目で見て目の前に映るものだけじゃなくて、自分の頭の中にもそういう景色っていうのはあるんだっていうふうに思った、そのことが最初でした。So I moved to New York City and I started working as a commercial photographer, and I used that technique of creating illusions in my still life photography. で、その後にニューヨークに出まして、そしてニューヨークでプロの商業カメラマンとスタートしていて、そしていわゆるスチールカメラを撮ってたわけですけど、その時に自分の中でさっき言いましたイリュージョン、つまり空想というのかな、頭の中に自分が描くものを撮っていくっていうことを始めたわけです。So one of my favorite clients was a magazine publication called Games Magazine, and for that publication I had to create photographic puzzles, which was an unusual way to pursue photography. で、私の何人か雇い主というか写真撮ってた雑誌の中の一人がクライアントの一人がゲームズというこういうゲームの雑誌だったんですね。そして彼らは私たちが、この雑誌の方の出版社が私にパズルの写真を撮ってくれないかって。実はですね、商業写真家がそんなパズルの写真なんていうことを言われることはとても珍しいと思うんですけど、私にはそういうチャンスがたまたまこういうクライアントができて、その中でそこに依頼されたわけです。So one of my favorite puzzles that I developed was about the life and times of Lewis Carroll. で、私はそのいろんなパズルを考えたんですけども、ルイス・キャロルのその絵だったり人生だったりみたいな絵というか物語作品だったりをいろいろパズルにするのが大好きだったんです。その中で。The object of this puzzle was to find 32 impossible reflections. で、そんな作った中の一つがこれはですね、32箇所
いわゆる反射した物体ですから同じものなんだけどその反射したものが映ってくるという。 So, for example, 例えば見てください。いいですか？ the teacup is empty, こうですね。 but in the reflection it's full. だからこの紐というか、このコーヒーカップはティーカップは、何も入ってませんけど向こう側のその反射っていうかそのは、入ってますよねお茶が。だからそんなようなそのゲームみたいなそういう一種のイリュージョンを取り始めた。 We're not going to look for all of them here. 32全部探したりしませんので。 But one day, I was cleaning my studio and trying to organize all the hardware that I have. And I spread them out on a white background, and I loved the way they look, so I spent the next 2 days arranging. でそんなある日ですね、片付けをしようと。何を片付けようとって言ったら自分のところでいろいろ集まった道具みたいなものとかいろんなガラクタって言ってはいけないけどいろんなものがあったんで、それをこう並べてたんですね。そしてその白いバッグ背景にしてこういろんなものを並べ始めたらとっても面白かったので本当に没頭して2日間ずっとこう並べていろいろこう構成を考え始めました。 So I used that as an advertisement. And I got a call from a woman named Jean Marzullo, who wanted me to do a similar photograph for her magazine, kindergarten magazine called Let's Find Out. で、そんな時に私はこれって自分のイメージにすごく合うから自分の売り込みの時の写真に使おうと思ってその写真を使ってたらその中でマネロさんっていう女性がいてその女性が私のところにLet's Find Out という探してみましょうというタイトルの中でこれをこういうイメージで撮ってくださいというリクエストがあってそのポスターがこれです。 And an editor at Scholastic Publishing saw that poster and they asked Jean to call me to get together, and that's when we came up with I Spy, Take a Picture Riddles. でその中でいわゆるモス学術書関係の出版の方がそれを見て面白いなっていうことでマルデラさんっていう女性のその編集の方にじゃあ一緒に組んでそして写真の探し物できるようなそういう本を作ってくれないかい本をというふうな話があって生まれたのが皆さんご存知のこれです。まず So you never know what happens when you clean your room. ということで部屋片付けましょう。部屋片付けだけでとてもいいことが起きることがありますので今みたいな例でね。Okay. So this is from the first book, and we're not going to look for everything. これが私が初めに出した本なんですけどこれも全部一つ一つ探したりしませんでした。But I know that children are very good at finding things, sometimes much better than adults. ところで例えば大人の皆さんが探すよりもお子さんたちの方がはるかに早くパパパって探すということは皆さんもよくご存知ですね。私もそう思ってます。 But I was also excited to discover that children observe carefully and they ask questions about how I might do photographs like this. Why are these objects floating in the air? How did I get them to float in the air? でそういうふうに物を探すことだけじゃなくていろいろとなんていうんですかいろいろ見る時の観察眼っていうのはすごくて例えば大人はただ見てるだけかもしれないけどお子さんだと例えばなんでこれみんな浮いてるの浮いてどうやって写真撮ったのっていうふうな質問を感じてくださったのを聞かれることがあります。 And I know that because I get letters. でなんでそんなことを今話してるかというと実は手紙をもらいました。それで子供たちってそんなことに興味があるんだなと思ったんですね。So this group of second graders had 4 ideas how I did it. Want to read that? それでね実はこれ小学生2年生ですね日本でいうとその子たちが集まってきて僕たち4つ可能性を考えたんでどうですかっていう手紙をもらいました。1個目がですねあなた自分でおもちゃを落としてそれで撮ったんでしょだから浮いてんでしょっていう案が1つ2つ目がですねどっかに
ゼラチンかなんかでこうなんていうんですか、こう止めてですね、それでこう写真撮ったんじゃないですかというふうに書いてある。3番目がプラスチック、その透明なプラスチックだったら写真撮った時に見えないので、浮いてるように見えるからそうやって撮ったんですかって言ったら、4番目はですね、例えば実際に宇宙かなんか行ってて何ですか、無重力のところでおじさん撮ったのみたいなお手紙をいただいて、この4つに違いないんですけどどう思いますかみたいなお手紙をもらいました。So that just made me want to do more. でそれを読んでもっとやりたいなと、もっとこういう写真を撮りたいなってすごく刺激されて、 And now I'm going to show you how I did it. ということでここで種明かしを一つ見てください。I glued all the objects to a piece of glass. ガラスに全ての物体を貼ったんです。 The camera is over here, カメラはここにあります。左側の奥のところですね。 and you can't see the wires because they're concealed behind each object. ワイヤーで実際にガラスにこう貼り付けていくんですけれども、それはそれぞれのものの裏にありますから、カメラから見えないというふうになっているので浮いているように見える。 If you move the camera to the right, even 1 centimeter, you start to see objects. ただこれはですね、本当に計算し尽くしているので、カメラをほんの1センチでも何度もとにかくちょっと動かしたらもう裏のが見えちゃう Yeah. という感じです。 So while that picture was defying gravity, the blocks were defying gravity, this picture uses gravity to make a machine. Does any of the kids know what this machine does? ですね、さっきのは要するに重力をなくしたように見えた写真でしたね。今度はじゃあ重力を使ってという写真をお見せしているというか、これなんですけど、皆さんお子さんがいらしていると思うんですが、お子さんの中でこの機械、何する機械か知ってらっしゃる方、答えを知ってらっしゃる方いますか？誰か手を挙げて、もしも知ってたら。やったことあるのかな、これをやったことある人がいれば。いない？恥ずかしいのかな。それとも知ってる答え？知ってる？これ何？この機械。何の機械ですか？Dominoes like just keep on Yes. putting down. The dominoes fall over. It's a chain reaction. そうですね。いわゆる連続にこう動かしていくわけですよね。玉があるから。It's a machine that pops a balloon. これはですね、実は風船割り機なんです。And now, of course, it didn't really have to work because it's just a picture in a book. But I knew that kids would ask me if it really worked. So I decided to make it work. でですね、実際に絵の中なんですから、ある意味では、ただこうあるから本当に動くかどうかなんてことを気にしなくていいんですけど、ある方子供に「で本当にそんなの大丈夫なの？動くの？」って言われたので、見ててください、ほらこうやって動くよって証明しなきゃいけなくなったんで、今証明してます。音聞こえますか？風船割れたでしょ。 So now you know a lot about me and the kind of things I like to do. ということで、このおじさん、どんなおじさんか大体分かったでしょ、皆さん。ね、で、どんなことが好きなのか、こういうことばっかりやってるというような感じなんだよっていうことを今お話ししました。And I meet children that also like to do these kinds of things. But this child who solved this balloon popper problem also found an optical illusion hidden in one of my books. でこれは、風船割り機だっていう動きがというのを言ってくれたこの方でジェイソンっていうんですけど、彼がもう一つ私のその絵の中からの非常に面白い皆さん気がつかないことに気がついてくれました。So what he found was this illusion. これなんです。実はこれ見えますか？この絵なんです。イメージなんですけど。Okay, so you said it's a pie with one piece No, missing? I didn't. Okay, so you could say it's a pie with one piece missing. これ一切れだけ切れているパイですよね。そうですよね、見ていただければ。 And what Jason discovered is when you turn the
book upside down, ところがこのジェイソン君、本を逆にすると you see a pie pan with one piece left. ですね、一つしかパイが一切れしか残ってないお皿ということになりますね。Want to do that again? Here's the でもう pie. 一度一切れ切れちゃった。はい。と That. こう Okay. やって見ると一切れだけ。こういうことですね。この And he saw it in the corner over here. で本の中のこういうこの脇のところの Yeah. をそのジェイソン君は見つけてくれました。 So I で know くれました kids are thinking about what they're looking でだからこの手紙もらった時にそうなんだって子供っていうのは本当にはるかに大人よりもそういう意味でいろんなことを考えたりすごくこう目ざといっていうか観察力があるんだなと改めてまた思いました。 In the U.S., we think of I Spy as one series, and Can You See What I See as the second series. But here, you publish it all under Iki. でアメリカでは「アイスパイ」というシリーズがまずあってその後ケニー・シー・ゴライって僕が見てるものも皆さん見れますかって私が見てるものというのがタイトルになってますけど日本では同じ「ミッケ」というシリーズで出てるのはご存知かと思います。みんな知ってるこの本ミッケですね。 So I create all the pictures for all the I Spy books, and Gene Marzullo writes the riddles. And for the Can You See What I See books, I create all the pictures and write the riddles. でこの「アイスパイ」のシリーズに関してはさっき言ったマウゼロさんのが全部こうテキストというか文章を書いていてそして私が写真を撮っているんですがこの後のその英語のタイトルだと私が見ているものを見れますかというタイトルの日記の方は私が文章も書き写真を撮った作品です。新しいシリーズがそうです。 But I want to show you another book I've done. It's called Walter Wake's Optical Tricks. もう一つこういう本も出したんでぜひ皆さんに知ってもらいたいんですけどもオプティカル効果的なトリックちょっと見ただけで目だとなんかちょっと惑わされそう And this picture was inspired by that soccer goalpost. で This picture was inspired by the picture of the soccer reflecting in the water. 一番初めにサッカー場で水たまりの中のうんっていうのを話をしましたけど写真が自分にとってこれを生んだんですね。そこから発想からスタートしました。 And I got another inspiration from a magazine called Mad Magazine. あとこれはですね「マッド」っていうタイトルのアメリカではとても昔とても売れた雑誌で日本ではどうかなわかんないんですけれどもこの雑誌でも私はとてもいろんな影響を受けて So if you look at the illusion, これ見ていただくとわかります on the finger is a rod, ですね and you follow it up and it 上に disappears. こう押さえ触っているこういうところが上行くとない So I thought, can I make a photograph of this で object? 考えたんですこれ写真に撮れないかなってこのコンセプト Turned out I can't. できるぞという結論に出しまして There's the cylinder, and it でここで disappears. こうシリンダーっていうかさっきの And 柱 it's みたいな solid here, and then ここが it becomes disappears. ですね Solid. これはちゃんと存在するけれども下に来るほど見えなくなりますねさっきのやつがこれ写真になってますね And the way it's done is どう this やっ is て a 撮ったかっていうと piece of glass, ガラスの鏡ここガラスの鏡でガラスをまず真ん中に入れます but if you cover up the top, you'll 上 see をと that こうやって these objects are reflecting the bottom. でそうするとこれはストレートにこの前にある3本の柱がここに反射されてまず写真が撮れる下の方は And if you cover up the bottom, you see what's through the glass. でそうすると今度下をこう隠して撮るとその鏡を映したものがあってこうそこから通して見えたものを So it's right. So it's a combination of what you see reflected with what you see through the glass that creates the illusion. ということで反射したものガラスに反射したものとガラスを通してみたものを2つ組み合わせるとこういうものができる。
So there was no computers or techniques used for that at all. ということで、非常にアナログでコンピューターも使ってません。全部手作りです。Okay, what animal do you see in this picture? ところで、これ見てですね、何が隠れてると思います？動物。何か動物が隠れているんですが、見えますか？ Anybody? 誰か手を挙げてください。Okay. あ、はい、何ですか？黒。黒。He said owl. What? Owl. An owl. Yeah, that looks like an owl right in the center. Yeah. そう、真ん中特にそうだよね。黒に見えるよね。Okay, good. ありが Now, と I'm going to turn the picture upside down and see if you can see another animal. う。じゃあちょっとこれ裏返してみるから、ほら、上下逆にするとなんかまた違うもの見えなかった。Now look at the center of the dark piece in the center. ちょっと濃い方の図見て、ほら。Deer? Deer. That's right. It's a deer. 鹿です And ね。 we'll do it again. じゃあもう一度逆にしてみましょう。 But I didn't make a deer. I just made the light colored pieces of wood. 単純に色を濃淡つけただけなんですよ。 But when you turn it upside down, こうなると非常にはっきり見えますね。 it looks like it's popping out. そうです。まるでこう飛び出してくるような感じに見えますでしょ。 It's created with the shadows. The illusion is created with shadows. 影ができるとこういうふうに非常にこうはっきり見える So よう it's な all up here. ということでさっきの頭の中で自分の中でこう考えてあそうかっていうふうにだからただ見てるだけだと見えないんですけどこう想像力を足していくと見える、No batteries required. そういう時にはバッテリー何もいらないと頭だけが必要 I love hearing from children. And this one, could you please read this? 私本当にお子さんからたくさん手紙をいただいてこの手紙なんかも本当にもう大好きな手紙の一つなんですけどもこの手紙は非常にこう書いてあります僕は3匹の犬と2匹の猫と1人の妹がいますあなたの本はとても素敵です So I know kids like finding stuff. でだから物を探すのが大好きでと書いてあるということ彼にとっておかしさわかりますよね And that makes me want to continue with search and find. ですのでこういうお手紙をいただくとそうか物を探すのを僕好きですって手紙くださったのでそうかじゃあもっとこういう本を作りたいというふうに思ってどんどん続けて作ってきました The first book of this series, I decided to combine search and find with other kinds of puzzles. And I want to just briefly show you two. でですね、このシリーズとして、日記のシリーズとしては、新しいシリーズ、自分が全部文章も書いてって作り始めたものに関しては、これまでのただ一生懸命探して見つけてというだけではなくて、もう一つ足したい、要素を足したいと思いました。But I want to first show you a character I made I call Seymour, who hides in all the Can You See What I See pictures. If you kids recognize this character, raise your hand if you've seen him before. ですね、そのシリーズの中では全部このキャラクターを自分が作って全ての本の中に入っているんですけどお子さんの中でその全てのその際ですね、はい、本の中にこの子がいたっていうこと見つけた人いますか All right, good. Well, I got I met a boy who made his own Seymours. 実はですね、自分で作っちゃった子に会いました。シーモア君を。He was 8 years old, and he also made a book called Woody Meets Seymour and Walter Wick. で、この少年は8歳の子だったんですけれども、自分で本を作ってくださいました。ウディはシーモアに会うという話で。And handily for me, he made it an easy-to-read book. 上でですね、ちゃんと読みやすい本を書いてあるので。So in this book, it has the rhyme on the side, as you're probably very familiar with. 皆さんはこの本を持っていらっしゃる方はこの右側に詩のような文章が書かれていて、そしてそれにご覧になったことがあると思います。But the last part of the text says, 7 horses, 15 hearts, 7 cards with missing parts. で、ここ最後ですね、
7頭の馬と15個のハートと、そして7つのカードですね、トランプには何か一部減って足りないものがある7枚のカードがありますよという書いてあるんですね。So this challenges the reader to look for a card with missing parts and try to understand what that really means. And when I show this to kids, and oftentimes the hands go up and they've already seen a missing part. でお子さんの中にはこの文章ちょっと難しくてわからないということもあると思うんですけれども、実はでもおかしなところをすでに見つけていると、もう実は答えはもう見つかってるっていう場合があるんですけど、私としてはそのさっき言ったなんか足していきたいという部分でそんなようなこんなことも含めて、でこうやって見るとどこが足りないのかってまず皆さんすぐ気がついてください。 Like this card here, 例えばこの左側の missing a spade. スペードが1個足りませんよね。9個ないです。8つしかない。 Or the queen ここのクイ missing ーン the は flower. お花を持ってませんね、手に。例えば So once you get the idea, there's no stopping the kids from looking for that. ですので、必ずしもその書かれたことをお子さんたちができるとは限らなくても、こういうことにすでに答えを気づいてくださっているということがあるわけです。 The other puzzle I wanted to show involves the English alphabet. It's a maze. で、これはですね、いわゆる迷路遊びのアルファベット遊びというのの一つなんですけど、これ私はですね、A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, and you're stuck. You can't, there's no R, so you have to go from A to Z in an unbroken path. ということで、日本の、ね、お子さんまだアルファベットをご存じないかもしれないけど、アメリカの子供はみんなもちろんアルファベットを知ってるわけで、そうするとあそこのL まで9まで来ちゃうと、あそこでブロックされて、あれどこ行っちゃったどこ消えちゃったんだっていうことで、もう一度探してこう全部こう迷路としてなぞっていくということができる、そういうパズルを作りたかったんですね。でそれがどういうふうになったかというと、Now my publisher wouldn't accept this as an illustration. で実はですね、私の出版社がですね、これ私のずっと一緒にしてた出版社がこんなのダメだって言ったんですね。So I had to make it into one of my photographs. でこういうことで写真ちゃんと撮ってこれにしたらって言ってくれました。 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, and you're stuck. So we're not going to show you the answer. But それでまたあそこで止まっちゃったんで、その後続きますけど、後でやってくださいって言ってここでやめときます。 So it's a search and find game with an added puzzle within. ですのでそれまでのシリーズと違ってこの新しいシリーズの中で自分としてはこう一生懸命探しながら見つけますよね。そしてその中でまたパズルみたいな、ただこう探すだけじゃないものの要素を入れていきたいということをしてきました。 Okay. Now, I've liked lately in these books, I'd like to have search and find games with a story combined. で次にですね、自分としては物語も入れていきたいと。探している中で見つけて、そしたら見つけたことによって話がこんな風にっていう風に分かるようにしたいと思いました。 This one is called Dream Machine. でこれはですね、ドリームマシーンというタイトルの本です。 So it starts in the bedroom at night. でドリームマシーン、夢のマシーンですから当然寝てますので夜のシーンからスタートします。 And Seymour's right here. シーンはここにいますよ、この机の白いところ。 And you go under the bed and you see Seymour take off in a car. で、そして次のページ見るとシーモアが車に乗ってる。わかるかな？ And this whole dreamlike adventure occurs throughout the whole book. で、本の中でずっとページから次ページといろんなその夜の夢の中のアドベンチャーが、その冒険がスタートしています。 And then you wake up 朝目覚めますね、夜。 and you're back in the bedroom in the morning. で、こうして朝もう一度その夜いろいろと冒険したおもちゃが元戻ってるわけですけど。 So I was wondering,
I know kids can find the things, but do they get the story? でその時ですね、私なりにこれは物語みたいに今お話ししたような物語にしたいって筋があるというふうに思ってたのですが、子供たち分かってくれたかなと思ったんですね。Well, I got the answer. ところが答えがここから来ました。Can you read this? この手紙またもらったんですけど、ウォルターさん、あなたのそのミッケという本の中で、一番初めのページは6時47分でした。最後のページは6時46分でした。それはI think that is wrong. 間違ってる。And that's correct. I was wrong. 私が間違ってる。What happened was, どういうことかというと、こういうことなんですね。is that the little clock there on the robot clock on the bed table ここのテーブルですね、このベッド脇のテーブルのところに、ロボットのところに胸に時計がついてます。said 6:47 a.m. 6時47分。Don't worry if you can't see it, because I couldn't see it. 私も見えないから皆さんがその方が見えないかもしれない。And it said 6:46 a.m. in the morning. で、ここは、ね、6時46分なんですよね、時計が。 That is wrong. それで間違ったやつが戻るわけないんで、8か、それからそういうところに来るんだ。So I changed it. ということで、変えました。指摘されたので。So the later editions. ということで、最初の版は、初版のものは間違ったままです。I don't do everything myself. I have a lot of help helping me do these elaborate scenes. ところで、この本を作る作業に関しては、全部自分一人でやっているのではなくて、いろんな人に手伝ってもらってやっています。This city was made out of cardboard boxes, cans, and deli containers. そうですね、これ見ていただくと分かりますけれども、いろんな缶だったり、段ボールだったり、あとほら、いろんなものを置くコンテナに、コンテナっていうのがありますよね。入ってるか、この下に見ると分かると思うけど、そういう容器を使って作っています。In other words, we made a big mess. 言い換えれば遊んでるっていうか、手書きにしてなんかいろんなことやってるということかなという感じですけど。And there I am arranging the objects so you can get an idea of the scale. あとはこれですね、見ていただくとこんな風にしていろんなものを並べているので、本の中に登場するいろんなおもちゃの大きさっていうのがこのぐらいだということを見ていただいて分かると思います。And there's the final scene. これさっきのいろいろと冒険して夜を歩く時のシーンです。Well, my studio is getting small. It's now in Connecticut. It was in Connecticut when I took this picture. これコネチカット、さっき言ったアメリカの右の方の上の方の場所ですけど、そのコネチカット州のところのウィンステッドっていうところで撮って、でちょっとまだ前の今のところじゃないのでちょっと狭い。So I set on a search to find a bigger studio. 手狭になったので、もうちょっと大きいところと探すことにしました。 And I found it. 見つけました。Except it was all boarded up and abandoned. ただですね、これほぼ廃墟、使われてないビルだったんですね。But that's where I am now. でも今、私はここに、この前消防署だったところのところを使ってます。Okay, so now I can build big sets. で、場所も多くなりましたので、セットもでかくなったけど。Let's see if you can guess what I'm building here. じゃあ、どんなものを作っているのかっていうのを見てください。しばし。これは屋根裏部屋です。Okay, this is for my book, Toyland Express. これはトイランドエクスプレスという9個という本の。How many have read this book? これお読みになった方手を挙げていただけますか。いらっしゃらない。
Okay, so it's just new. It came out last year. 去年 Maybe の this year. 新しいものなのでご覧になってない方もいらっしゃる。 This is a story, the life story of the train called Toyland Express. でこれはですね、トイランドおもちゃの街のエクスプレス急行という意味でのトイランドエクスプレスというのの、まあ、人生みたいな。 So not only did I have to make the attic, ですので当然のことながらさっき言ったいろんな場所屋根裏部屋作ってその後 but I had to make the train 汽車を作んなきゃいけない。汽車の人生ですから with all the help that other people. おもちゃ特急というか、So here we are with the staff making the track and making all the parts for the train so I can begin the story of the life of this train. ということでこれは、汽車の人生というかどんなふうな暮らしというのを説明しなきゃいけないので、まずはですね線路を作ってそれから汽車を作りました。 So here is the beginning. It's in the factory, so that's not a picture of my studio. That's actually the first page in the book. でこれはスタジオの中の一番初めのこういう書いてありますけども、スタジオの中で実際の私は初めに作ったものです。 Now here we're just going to follow the pictures, and I'm going to take you through very quickly. So pay attention to what happens to the train. ではですね、このおもちゃ特急のページを一枚一枚紹介していきますので、皆さん注意深く汽車がどうなったかを変化を見てください。 Oh, there's Seymour. シーモア君は必ずちゃんといますので、 We don't want to leave him out. 絶対彼なしでは次のページいけないんで。 So then it goes to the paint shop. で次は今度これは色塗りになります。こうなります。 Then it goes to the store window. でそうするとおもちゃのこう窓ですね、ウィンドウでこうやっておもちゃ屋さんで飾ってあります。 Then it gets opened as a present. そして誰かのところに行ってプレゼントだから箱を開けられた。 Then it gets played with the first time, just like it is on the box top. そうですね。そして全く初めて線路にして遊んでもらえる。だから記者として初めて動き始める。 But then they add other things as the season changes. Here, the snow scene is made with just a single blanket. で当然、季節も変わってきますからこの場合は冬になりました。で実はこれですね、雪の山は全部毛布でできています。 Now a circus comes to town. でサーカスが街にやってきた。 So the kids have made it into a circus train. ということで当然その時は汽車はサーカスのいわゆる汽車というか列車になって、 Now a modern dollhouse is coming to town. で次にいわゆるドールハウスですね、人形のお家になった時にはどんなところで活躍できるかな。 Dad and daughter are watching TV. でお父さんと娘が Only the boy is looking out at the train. でテレビを見ているんだけれども、ほら少年だけなんですね、外に走っている汽車を。だから汽車はそういう運命なんです。今男の子にしか見てもらえない。 So the train goes to the attic. ということでもう屋根裏にしまわれてしまう。 But so is the dollhouse in the attic. で And も everything else. 全てですね、おもちゃだから人形の家ドールハウスもしまわれてしまったし、みんな屋根裏で。 But it doesn't end there. でもここで終わってんじゃないですよ。 All the toys are sold at what we call a garage sale. でそれは全て売りに出されて、いわゆる中庭でガレージセールをやってるというね。 So somebody buys the train 当然そうすると誰か買ってってくれる。 with a few missing wheels, but they can be found around and about in the picture. それで箱の中にはちょっとなんか少し線路が足りなかったりしても、いろいろこう探していけばきっとなんか部品が見つかるでしょうから、集めてくれて、きっと買った人は。 Fixes up the train でもう一度こうやって組み立ててくれて、 and is played in a new household. でお家の中でおもちゃとして遊んでもらえる。 Okay, so ということでこれがこの列車の急行の
I want to そうで move した。 quickly through this. ちょっとこれは早めにちょっとスピードアップしましょうか、時間的に。We're going to, this is on a scary, scary night 怖い怖い夜というか、ね、怖い怖い夜だとね。 beneath a scary, scary moon で月の下とね、怖い怖い月の下。 in a scary, scary town 怖い怖い街。 up a scary, scary street とても怖い怖い道。 on a scary, scary hill. で、丘の上ですね。怖い怖い丘の上。 In the book, you go into the castle and up to the tower, but I'm not going to tell you how it ends. で、この後ですね、当然、お城っていうか、中の丘の上のところに行くんですけれども、その話がどこにつながるかっていうことはもう教えません。 But I'm going to tell you how I made the castle. ただですね、このお城をどうやって作ったかをちょっとお見せしましょう。 Start with cardboard, もうまたですね、必ずいつもは段ボールで、 and then get more detailed, で、ちょっとずつもう少しこういろいろ細かく書き込んだり加えていって、 and more detailed, さらにいろいろ細かく書き込んでいって、 and more detailed, どんどん細かくなってきます。 and more detailed, ですね。 until it's で done. 最後はこういうふうになる。 And for treasure ship, でこれは宝船ですけど、 starts with a coin. Search and find right inside a coin. 確か一番初めはコインの中の船をまず探してもらって、 Now keep your eye on the coin, この後ですね、皆さんいつ動ってますか、コインに目をいくだく。船が入ってるコインどこにあるか分かりますよね。 right? Keep your eye on the coin. You see the coin? 見えます？どこにいるか、コイン、船が入ってるコインってどこですか？Say the count. Now you can just barely see the coin. そう、ほとんど。 You're どこ行 pulling っちゃった？ back. どこ行っちゃった？ Do you see me? 私は見えますね。 There I am. 私いました。Now you can see that the treasure is inside a sunken ship. そうですね。これは沈没しちゃった海の中に沈没しちゃった船の中で見えます。 And now the ship is inside a bottle. で、船がボトルの中に入っちゃって、 The bottle inside a store, でお店の中に置かれて、ボトルが、 the store on the beach. お店はビーチのところにある。 I'm not going to tell you how this ends either. この後どうなるかまたも言いません。 But there's our という studio. ことで、こういうふうにして作ってるというところですね。 And my photographs are now traveling in an exhibition throughout the United States. 今ですね、私の写真展っていうのがツアーを行われていて、いろんなところを回ってアメリカ各地を。So here's some of the photographs and some of the people enjoying it. You can still play the puzzles. で、これ見てながらですね、皆さんご家族でパズル、一応写真展なんですけど、写真を見ながらパズル楽しんでくださってます。 And some of these sets are in the exhibition as well. で、セットですね、実際に使われたセットをこうやって展示してあります、その写真展では。 So those are the 8, and you see what I see. で、これがミッケのこの新しいシリーズの8作ですね。 So now we can talk about the 9th one, which is what I came all this way. 一番初めにまた戻りますけど、これは最近出た一番新しい本です。その話をしたいと思います。 Okay, so my inspiration for Out of This World came from going to a big toy store, and I realized that they separate the boys' toys from the girls' toys. じゃあそもそもじゃあこのタイムトラベルという本をどこから自分が思いついたかというとですね、ある日私は、Can I say that you are making a signature of the sign, good sign? Yeah. 実はあるとある大型おもちゃ店でサイン会があったんで行ったんですけど、その目の前がこんな風にものすごく分かれてたんです、はっきりピンクと青と。 Can you tell which one is the girls' toys? もちろんどっちが左か右どっちが女の子売り場でどっちかが男の子売り場だっていうのは分かりますよね。 I know you know the boys' toys. 当然左側の方がピンクが女の子売り場です。本当にはっきり分かれてたんです。 So I tried to figure out a way to bring the two things together. で、私それって変だと思ったので、
この2つをくっつけることができないのかなということがこの本のスタートだったんです。So the first thing I do for the storybooks is to make sketches. で一番初めに自分はいつもやることはこういうストーリーボードというか絵コンテとも言いますけど、こういうものをまず書くんですね、自分の頭の中でストーリーを。But for me, the problem is when I need a castle, I had to go out and find one because I'm a photographer. I want to take a picture of it. で当然一番初めに今お城が登場するんですけれども、この本のイメージでは、そして実際に出来上がったおもちゃ屋さんでお城を買いたいと思ったんですが、気に入ったものは見つかりませんでした。写真で撮りたいので自分の気に入ったお城しか欲しくなかった。But I didn't want to use the castles that were available to me because they looked too girly. で実際に既製品ですと、なんとも女の子っていう感じのもので、こういうものは絶対嫌だと思ったんですね、お城としては。As if it says, boys keep out. ここだと男子侵入禁止みたいなのが立ち入り禁止、男の子ダメみたいに書いてありますよね、きっと。So we designed our own castle on a computer. でコンピューターで実際に私が気に入ったお城を作りました。描きました、絵に。And used a new technique called 3D printing. で今 3D プリンティングというテクニックがあって、その絵でできたものをその 3D のこうできるものに変えられるわけですね。So we had this machine print out the 3D castle in pieces, and we put it together and painted it and put it together. でこうやってその作ったものを 3D プリンティングで打ち出して、それを組み立ててこのようなお城を作りました。The man on the left is one of my best model builders who assembled the castle and painted it. でこの左側が私がとても信頼しているとても優秀なこういう模型作りのプロの方です。And the boy on the right, who's 16 years old, is the one who showed me how to do it on the computer. でこの右側の方は16歳の少年なんですが、彼がそうだそういうことやるんだったら 3D プリンティング技術使えばいいんですよって言って教えてくれた少年です。So for the robot, I got my inspiration from the typical kinds of toys you find in America, robot toys. These are reproductions of older robots. And when you do the research, you find out that all these robots were really designed in Japan. で次にロボットなんですけれども、このロボットを作るときに自分のイメージのインスピレーションをくれたのがこのロボット。これは昔のアメリカのロボットのおもちゃってみんなこんなような感じだったんですけど、でその歴史をこう辿っていくと、これは日本で生まれたロボット。So everything Americans learn about robots really comes from Japan. ということで、ロボットに関しては全てアメリカでは日本から学んでいるということだと思います。But I wanted a robot that had a little bit more movement to it. ただ私は同じロボットでも動きのあるロボットを登場させたかった。And so we used the same technique to make the robot. でさっき言ったこの 3D プリンティングという同じ技術を使ってパートを作って、そして立体のロボットを作りました。And you can see he's a little bit more flexible. ね、ちょっと昔のやつと違ってもうちょっと柔軟性のあるロボットが出来上がりました。And I needed to make a princess. であとプリンセスも登場する、王女様も登場するので、次は So my inspiration for the princess came from the other side of the world, from Venice. で次に私はベニスの絵画からインスピレーションを得て王女様を作りました。A painting by Carpaccio, 1498. 1498年のカルパッチョという有名なイタリアのルネサンス時代の画家のイメージから。So you can see it's not as much of the girly girl princess that you find in the stores. ですので、いわゆるおもちゃ屋さんなんかとかお店で見つける、もうすごいお姫様っていうとなんかこういかにもっていう女っぽらしいのではないお姫様を私は作りました。And for the inspiration for this scene came from a follower of Rembrandt. このシーンなんですが、これはレンブラントの絵から自分なりにイメージを出しました。
And this is called the sleeping guard. This guard is asleep outside the princess's door. これは寝ている護衛兵というか、ですのでちょうどこの中にお姫様がいて、そしてガードをしている護衛兵が衛兵が寝ているところ、そういうタイトルです。And that inspiration came from a Raphael painting. でそういうイメージというのはラファエルのやっぱり有名な絵でこういう絵があるので、ここからイメージを取っていろんなところからのイメージを取って作り上げていったわけです。Okay, so with that out of the way, we can just look at the process of how all the handwork that was done in making elements for Out of This World. ということで、このタイムトラベルのいろんな部品、当然他にも必要なので、こうやって作っているところを見ていただきたいと思います。The spaceship was made by hand. 宇宙船もちゃんと手で作りました。こうなります。And the robot was made in different scales, a large scale and a small scale. ロボットは大きい方のサイズと小さい方のサイズと作りました。And that's the cockpit of the spaceship. で、これはコックピットですね。大きい方のロボットにとってのコックピット。And that's the miniature spaceship. で、こっちはミニチュアの小型の方のコックピットというかスペース。And I do all the arranging on all the sets. で、こういうものをどうやってアレンジしてセッティングするか、私が全てやっています。And all the photography. 写真全て私が撮っています。And now we can look at the story of Out of This World. では、タイムトラベルの物語を見ていきましょう。It begins long, long ago. で、この物語はその昔々の昔。And then you go early morning, the princess wakes up. で、朝早くお姫様が目覚めました。And she walks past the sleeping guard up 寝 the てま stairs. 寝てますので、構わず外へ出ていきます、お姫様。She's nice. She doesn't disturb the guard who's supposed to be awake and protecting her. そもそも本当は起きてなきゃいけないのに、彼女はいい子だから起こさないで静かに逃げていっちゃうわけですね。She goes into her crystal ballroom. で、彼女は水晶玉を持っているので、その部屋に行きます。水晶玉が置いてある。And she's a learned princess. She learns about astrology and geography. とてもお勉強大好きなお姫様なので、いろんな勉強をします。星座についても勉強するし、あれについても勉強する。いろんなことを勉強しています。But in her ball, she sees the future. で、その水晶玉を見ると、未来が見えてきた。The next scene, you cut to the robot. 今度はその水晶玉の中で見えたものをロボットのシーンになります。ページが He looks worried なんか心配そうですね。 because he's lost in space. 今宇宙でです迷子になっちゃったんですね、このロボットは。He finds his landing zone. で、着陸できる場所を見つけたということで、今ランディングしようとしています。But he overshoots the runway. ところが外しちゃってですね、着陸しようとしたときに、ですので、 And as a result, it's as if he's broken through to another dimension. まるで次の、だから要するに違う次元に彼は突入しちゃって、こういうようなバラバラ状態になって、 And he's landed in front of the princess castle. で、お姫様、プリンセスの城の目の前に到着しました。着陸しました。Now the princess is alarmed. で、もちろん王女様、お姫様としてはびっくりしてます。But rather than get upset, she decides to entertain him at court. で、とんでもないって怒るのではなくて、どうぞおいでくださいと中にお誘いすることにしました。So after all the festivities are over, そしていろんなことがあったわけですけれども、ここで it's time for good night. もうそろそろ寝なきゃいけない時間なので、そろそろ寝ましょうねということになって、 And you realize こうやって見てい that ただく it's と、 all taken place in the same bedroom. It's the children playing together. You pull back the curtain, and it's all derived. The fantasy is derived from their play. ですのでこれで最後になっ
ってこうよく考えると男の子も女の子も同じ部屋の中でそれぞれのいろいろな遊びをしていて、そしてこうカーテンを開けるとこう気がつけば一つの世界で一緒に楽しくやっている。So it's a search and find game on every single page, but the story is hidden too. ですので、もちろんそれぞれ一つ一つのページが探し物をするという、そして見つけようというミッケではありますけれども、And there's lots of interesting contrasts. There's the boy and the girl. ですごく対象して見ていけば面白いと思うんですよね。姫様のシーンと少年のシーンとロボットのシーン。There's the old and the new. それとあと古いものもあれば新しいものもある。いろんな要素が出てくる。 There's the soft, feminine, the hard-edged mechanical. いわゆる本当にソフトな女性らしさみたいなものがあれば、ハードなエッジな男の子みたいなメカニカルなものもある。But they both use a time machine. She has a crystal ball to see the past or the future, and he has this time machine spaceship to travel into the past or future. でもその両方とも女の子はその水晶画を見るということで、ある意味でのタイムマシーンというか、その時代を超えて旅をすることができて、それからロボットの方は完全に宇宙船に乗って宇宙の旅をしていることによって時代を飛び越えるという、それぞれ同じものを持っている。So, I know that children just like to find the objects, but I hope that some of the story aspects get into their DNA somehow. ということで、みんなは物を探す、ね、子供たちはきっとまず探すのが好きだと思うんですけど、それに加えて物語を同じようにこの中から読み取ってもらえたら、その一緒に男も女の子も分かってになって、結局一緒にというようなところの物語も読んでもらえたら嬉しいなというふうに私は思っています。And if that doesn't work, I have one more picture to show. で、それもダメだということなら、今もう一つ写真を見ていただきたいと思います。All these toys are really balancing on a single Lego block. で、これ見ていただきます。今まで出てきたこの今ここに登場しているおもちゃを全部1個のレゴの上にバランス取って立ってるんですよ。There's no glue, no hidden wires, or no computers involved. これコンピューターグラフィックなんか作ってるわけでもないし、何にもしてないんです。本当にこれそのもので全部これバランス取って上まで。If you don't believe me, watch carefully. 信用できないっていうんだったらちょっと見てください、ちゃんと。いいですか？1個のレゴの上に乗ってた。Okay, so do we have any questions? How do we want to handle the last aspect of it? I know we have some book signing to do. では、もちろん本にぜひサインさせていただきたいと思うんですけど、その他何か質問があれば喜んで、一応自分の方からのお話を皆さんに聞いていただくのはここで終わりますけれども。Oh, yes. どうぞ。一つのミッケの本を作るのに何日間ぐらい How many days is it necessary to make one book? Oh, I think how many days to take one book? I think we should count in months. 日じゃなくて月じゃないといけないと思う。すごいかかりますけど、何ヶ月かといえば。So it takes about 9 months to do the concepts and the photography. It really takes a whole year when all is said and done with all the stuff you have to do before and after the photography is finished. これにしようって決めて、いわゆる考えですね、物語。そして写真を撮り終えるまでが9ヶ月ぐらい。でもその前の準備もあるし、それからその後の準備ね、始末もあるので、1年ぐらいかな、1ヶ月。Well, thank you for that question because I always forget to mention it. すいません、本当はそれもちゃんと言わなきゃいけないのに忘れちゃってるのなので、
ありがとうございます。質問してくださって。Any others? 他にも質問ありますか？I've been at your book, I Spy series, since I was a child. So I'm glad to see you. Oh, thank you. So I have a question. Maybe you tripped many places in Japan. So did you get any idea in Japan? And Idea for your book, I Spy series? yeah, You where? might have visited some of the places in Tokyo. I mean, in Japan, and so that would be. Oh, in Japan. Did I get any ideas in Japan? Yeah. One second, I need to translate the question. Okay. もうずっと若い時からずっと読んでいるのでファンなのでお会いできてとても嬉しいですということと、それから、日本をいらしてから見てくださっているので、何か日本からのインスピレーションというかなんかアイディアがありましたか？ Well, I traveled to Europe. This is my very first time to Asia, and I feel a little bit like the robot coming in, on a flying saucer and crash landing. This is my very first time here, so because I haven't spent much time here, I don't have the time I've spent, say, for example, in Europe, to get the kinds of inspiration that you see in the Gothic castles and that kind of thing. 実は今回日本に来るのは初めて、アジアに来るのも初めてで、自分にとって全く違う世界の地域があって、ですのでさっきほらヨーロッパでこんなもの、ヨーロッパの絵画だったりとかいろんなお城だったりとかって参考にしていったというのがあって、ああいうものは自分が何度もヨーロッパに行っているので自分の中である種蓄積して、でそこからインスピレーションを得てるんですけど、残念ながらごめんなさい、日本についてほとんどまだ知らないし、対して行ったところは日光だけみたいな感じ。But I think that indirectly, Americans get inspiration from Japan a lot because the culture comes over to the United States and it gets translated by various toy companies and so on. And we don't really realize that it originated in Japan. A lot of our ideas about robots and about the future as represented in the Dream Machine book, for example, I really think that Japan has a lot of influence on how that has been visualized in the United States. So I do think that there is an influence there. Definitely. とは言っても実際に例えばおもちゃなんかのものを見ると、日本のおもちゃっていうかアメリカのおもちゃの中でも日本のおもちゃから影響を受けたのがたくさんある。ご存知のロボットのトランスフォーマーみたいなことも含めてですけど、そういうふうなものがあって、それからあとですね、さっき見た時に旅をするところがありましたね、冒険する。ああいうものも言ってみれば日本のいわゆるいろんなアニメだったりとか、それから絵とか、それからおもちゃの世界の中のというふうに書けたのがあるので、直接的にではないんですけど、自分が気が付かないうちにアメリカ人だってアメリカのおもちゃとかいろんなものを使ったり見たり面白いと思ってるっていうことは、結局のところあるところどっかですでに日本の文化がアメリカの中で与えてた影響みたいなものも自分に生きているというふうには思っています。ただ直接的にはまだないですね。Any other questions? 他にありますか？Should we reveal じ the... ゃあちょっとお見せしたいものがあるのでちょっとお待ちください。So this is part of the scene that you see from さっき Out of this world. このタイムトラベルの中で、本の中でこのシーンですね。これを撮ったのはこれを使って撮ったんです。I couldn't fit all the pieces すいま in my せん。 suitcase. 全部ここに登場しているものをスーツケースの中に入れ込めなかったので、ちょっと足りないものもありますけど、これジオラマを作って、これを写真に撮って、こんな感じで撮ってます。
And you can look up close as you wait for the signing books. But please don't touch the objects because they're very fragile. I have a repair kit with me in case something breaks. 皆さんこれから喜んでサインさせていただくんですけど、その待ってる間皆さんよろしければよく見てください。ただし触らないでください。非常に繊細にできていますから、最もちゃんと修理箱持ってきてるんでなんとかなるとは思うんですけど、でもできればそういうことをした。And I have Seymour too. シーモア君も連れてきたりですね。He's made out of beads. これビーズだけを使って針金とで。And he's bendable, but he's been bent so many times. He's very fragile now, so I glued him up real tight for the trip over here. で本来は伸縮したりなんかするはずだったんですが、あんまり皆さんがやってくださったので、さらに弱まってしまったんで、日本に来る前にガリガリに固めてきちゃったんで、残念ながら今すごい体が動かない状態になってますけど、普通はビーズで作っているので、どのようにも動く。When I first made him, I imagined he would just hide among toys. で一番初めにこれをシーモア君を登場させた時に、いつも隠れ、要するにだから二次キャラっていうんですか、全然表に出ないと思ってたんですね。But I evolved so much with the kinds of scenes that I built that I had to transform him. You saw him all wood and Toyland Express, and sometimes he's just a drawing. でところが自分の中で気がついてみたらいろんなところにさっきもいろんな色のところを見ていただいたと思うんですが、あらゆるところに最近は顔を出してまして、 And I think he's really my alter ego. ですのでこれが僕の分身かなというふうに感じですけどね。All right, so are we ready for signing, or do you want to do? いいですか、じゃあそろそろサインということで、I'm waiting for the signal. I'm very fast. とっても早いんで。So, thank you all for coming tonight. Really, it's just really been a thrill for me. ありがとうございます。ウォルター・ウィックさん、小林さん、どうもありがとうございました。